皆さんこんにちは。おかげさまで YouTuber として1周年を迎えることができました。ありがとうございます。いつも動画を見てくださっている皆さんや、いいねを押してくださっている皆さん、それからチャンネル登録をしてくださっている皆さん、さらにいつもコメントをいただいている皆さんに大感謝しております。ありがとうございます。去年の5月までは編集など全く動画の知識などなかったんですけれども、最初の20本は全部スマートフォンを使ってこうやって拡大したり縮小したりして編集をしてまして、それで今はやっとファイナルカットという編集ソフトも使えるようになりました。また今年の1月に私の動画を見ていただいたテレビ局関係の方よりご連絡いただきまして、日本のテレビ番組のレポーター役をしませんかということでお誘いもいただきました。最初は何の番組か知らされてなかったんですけれども、日本のディレクターさんと Zoom を通してインターネット会議をした際に、世界〇〇儀発見という番組であるということが分かりました。最終的にはレポーターの役は日本語のとっても上手なアメリカ人の方に行ったんですけれども、ディレクターさんやこちらの現地のコーディネーターの方にとっても親切にしていただいて、もうその経験をさせていただいただけでも非常に嬉しく思いました。もし今でもこの動画をご覧いただけているようでしたら、その説は大変お世話になりました。重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。今日は1周年記念ということで、いつもとは違ったフォーマットで話しながら通りを歩いてみたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。さて今レベンウォースストリートとギアリーストリートの角に来ています。なんてことのないような交差点なんですけれども、レベンウォースという人はサンフランシスコで市長のようなものをやっていた人で、ゴールドラッシュが始まってしまったためにサンフランシスコの人口が1年間で24倍も増えてしまって、あっけに取られて途方に暮れてしまった市長さんだったんです。そのぐちゃぐちゃになったサンフランシスコをきちんと秩序よく整えたのがこのギアリー市長になります。ということでここからユニオンスクエアに向かって歩いていきたいと思います。でこの辺りなんですけれども、ガイドブックには多分ないと思うんですけれども、こちら側がテンダーロインって言ってちょっと危ない地区で、反対側の丘の上がノブヒルっていう高級住宅地なので、ちょうど間にあるのでテンダーノブと呼ばれている地区なんですけれども、地元の人しか知らないかなと思います。私が好きなワインバーレゾルートもあります。でレゾルートの横はこれまた有名なのが、こちらにあるのが麺匠東京といって、東京のラーメン屋さんのサンフランシスコ支店になります。でいつもはすごい長い列ができるレストランです。でこの辺なんですけれども、ワンちゃんのうんちがちょっといっぱい落ちていることがあるので、皆さん来た時は気をつけて歩いてほしいんですけれども、もう避けようとして歩こうとすると、なんかゲームセンターで画面を見ながらダンスするやつがあるじゃないですか。ダンスレボリューションっていうんでしたっけ。あんな足の動きになってしまうんですよね。昔はこの辺りの床屋さんで髪の毛を切ってもらってたんですね。12ドルぐらいのすごい安いやつなんですけれども、である日日本の芸能人の髪型にしてくれたことがあって、で竹野内豊さんとか阿部寛さんとか、そんな芸能人の髪型じゃなくて、一体誰の髪型になったかお分かりですか？和田アキ子さんの髪型になってしまったんです。ここが最初の角のジョーンズとギエリーの交差点になります。でこちら側なんですけれども、テンダーロインに降りていく方なんですけれども、この辺りはインディアンレストラン、インド料理とかパキスタン料理のレストランがいっぱいあるので、テンダーロインじゃなくてタンドーロインと言われることもあります。この1年間いろんな質問を受けたんですけれども、その一つの中に
どうして学さんはいつも帽子をかぶってるんですかという質問がありました。動画をご覧いただいている皆さんの中には、私の髪がフランシスコ・ザビエルみたいな髪型だと思っている人がいますけれども、実は違いまして、帽子をかぶっている理由なんですけれども、これは1つ目は防犯ということで、この帽子、サンフランシスコジャイアンツの帽子をかぶっている人っていうのは地元の人たちが多いので、観光客でないということをアピールできるということで、観光客目当ての犯罪に巻き込まれにくいということなんです。それから2つ目の理由なんですけれども、サンフランシスコはいつも風が強いので、髪の毛があちこち行くのを防ぐために帽子をかぶっているということになります。ですから、皆さんもこちらサンフランシスコに遊びに来たときは、お土産の購入も兼ねてぜひぜひサンフランシスコジャイアンツの帽子を買ってかぶって観光してみてください。それから英語はどのようにして勉強されたんですかという質問を受けたことがありますけれども、英語はもう中学校の時に普通に始めて、高校大学までやって、ただ自分は中学校の頃から映画が好きだったので、その映画の中で英語を勉強するという感じで勉強してきました。で、今はどうかわからないんですけれども、昔は映画のセリフを全部書いた台本が本屋さんで売ってあったんですね。だからそれを買ってきて映画を見ながら台本を見て、その映画の主人公の人たちとかキャラクターの人たちと同じ速さで発音ができるまで何回も何回も繰り返して勉強をしました。で、ここからちょっと角を曲がりますね。で、ギアリーストリートからちょっと入ってテイラーストリートを登っていきたいと思います。実はここはイサドラ・ダンカンというダンスで有名な人が生まれたアパートになるんです。この建物ですね。さて、このイサドラ・ダンカンさんなんですけれども、自然に帰れということでバレエシューズなんかを履かずに素足でダンスをして有名になったダンサーなんでもあるんですけれども、この人亡くなり方がちょっと悲劇的で有名にもなった方で、フランスのニースをオープンカーでドライブをしている時に長いスカーフをつけていたんですけれども、そのスカーフの先が車の車輪に巻き込まれて、首が締まって亡くなってしまったという悲劇的な死を遂げた人でもあります。こちら2つの建物はどちらも劇場になります。で、こちら側のコレンシアターは昔はよくミュージカル、ブロードウェイのミュージカルをやってたところで、オペラ座の怪人とかジャージーボーイズとかレ・ミゼラブルとか見たことがあります。こちら側は主に ACT といってお芝居をやっているところですね。このコレンシアターでは今ハリーポッターのお芝居をやっています。こんな感じです。この辺ユニオンスクエアに近くなってくると日本食のレストランとかもちらほら見えてきます。なんかラーメンのほとんどがもう全部16ドル95ですね。結構高いですね。日本円にしたら2000円ぐらいになるのかな。カツカレーも16ドル95ですね。この後ろのジャック・イン・ザ・ボックスは自分がアメリカに来たばっかりの頃、とっても貧乏で夜ご飯が99セントのハンバーガー1個っていうのがほぼ毎日ということがあったんですけれども、その時にお世話になったジャック・イン・ザ・ボックスさんです。ありがとうございます。そういえば皆さんいろんなアメリカの動画をご覧になってマスクの色に気づかれましたでしょうか。アメリカ人の人たちって白いマスクに非常に抵抗があるみたいなんです。なんか白いマスクイコール病気みたいな感じなので、アメリカのマスクっていうのはほとんど青色とか黒色とかピンク色とか何かしら色がつけてあるんですね。ですから皆さんもアメリカに来るときにマスクを持ってくるときはなんか色がついてた方がいいかもしれません。
ということでパウエルストリートまでやってきました。有名なケーブルカーが通っている路線です。こちらがユニオンスクエアですね。今日は平日なのでとってものどかです。ユニオンスクエアの真ん中にはアメリカとスペインがフィリピンで戦争をしてアメリカが勝った時のその記念碑が立っています。さてユニオンスクエアの地下の駐車場ですけれども、世界で一番最初にできた地下の駐車場になります。それでここでクイズです。この地下の駐車場が作られた時に2つの目的がありました。1つはもちろん駐車場。さてもう1つは一体何だったでしょう。実はこの駐車場が作られたのは真珠湾攻撃の直後でしたので、その日本軍の空襲に備えてのボムシェルター、つまり防空壕という役目も果たしていたわけなんです。それではクイズ第2弾です。この駐車場を掘って作った時にたくさんの砂ができてしまいました。さてその砂を使ってサンフランシスコ市が作ったものとは何でしょう。答えはアクアティックパークというところに人工の浜辺を作ったということになります。ちなみに今日の T シャツはいつものスモーフィッシュのブランドの寿司ロボットです。それから出身が九州なんですけれども、九州の友達から今度1回九州弁でやってみたらとか言われたんですけれども、そがん急に言われてもですね、日頃話しとらんけんえらい難しかったですよと。九州の皆さんこんな感じでいかがでしょうか。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。それからサンフランシスコで日本人観光客のガイドをされている日本語ガイドの皆さんにもご覧いただいているみたいですので、プロのガイドさんでもご利用いただけるような情報をどんどん発信していきたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまたさようなら。See you next time.